はいどうも、マフィア梶田です。今日はですね、また銃の紹介をしたいと思います。以前から動画で私公言しておりますけれども、これ、水平2年のダブルバレルショットガン。マフィア梶田はですね、このソードオフショットガンの強烈なマニアなんですよ。このね、切り詰められた水平2連のダブルバレルショットガンに昔から強く魂を惹かれてまして、こいつを見つけたらとにかくもう買い集めてしまうという癖があるんですね。でですね、こちらがオリジナルの、当時ハドソンで出たマッドマックスという商品なんですけれども、マッドマックスっていう映画の主人公のマックスが、使ってた銃として印象的なソードオフショットガンのこの形だからマッドマックスっていう商品名がついてたんだと思うんですね。でこちらはですね、一見普通のマッドマックスなんですけれども、実はちょっとカスタムされていて、このバレルの部分が、ブルーイングっていうんですかね、ちょっと塗りが違います。これは個人のカスタムでこのような形になりました。で俺はそれを購入したっていう形になりますね。オリジナルの完全に塗られてない状態のマッドマックスを持ってるんですけれども、こっちのね色が気に入ってるんで、こちらを愛用してます。でこうやってね、中折れして中から弾を取り出してっていう感じなんですけれども、これがですねベースだと思ってください。これが、水平2連のトイガンとしては多分初めて出た銃だと思います。でその後ですね、このハドソンのマッドマックスっていうのが随分昔にやっぱ生産が終了してるんですよ。でその次にそれを復刻して出したのが海外のカザンっていうメーカーなんですけれども、こちらがそのマッドマックスをベースに作られた新しいソードオフのモデルになってます。見ての通りだいぶ違いますよね。一番分かりやすいのがこのグリップとこちらの木目、色、素材ですね。比較すると一目瞭然かと思います。もう色がですね、こっちの方が赤みの強い木材を使っていて、もともとのマッドマックス、オリジナルのマッドマックスよりはしっかりちゃんとした木製なんですよ。ちゃんとした木を使ってるんですよ。だからオリジナルのマッドマックスよりさらに重いです。重くてずっしりくる重厚感があるんですけれども、細かいところの作りがこう言っちゃなんですけれども若干甘いかなとも思います、個人的には。例えばここの部分、ここのなんていうんですか、チリっていうんですかね、このチリが、ハドソンのマッドマックスは比較的合ってるのに対して、もちろん火山のマッドマックスはですね、ここのチリがね合ってないんですよ。結構大幅にはみ出してますよね。もうね、水平2連のソードオフショットガンの美しさにこだわる自分としてはちょっと残念だなと思う箇所であって、でこの辺のね、三角の部分、三角の切れ込み、これもねオリジナルのマッドマックスにはないんですよ、この三角の切れ込みっていうのは。で火山はもちろん昔のマッドマックスに比べたら、比較的新しく作られてるんで、性能的にはこっちの方が、使うなら撃ちやすいです。同じくガスガンなんですけど、同じくガスガンなんですけれども、こっちの方が比較的撃ちやすい。ただですね、どっちかというとこういう銃ってもう実用っていうよりはコレクション用というか、俺みたいに愛好家が見て楽しむことの方が多いんで、だとしたらやっぱ見た目にこだわってほしいなっていう思いはあって、だからね、俺ニコイチにしたりしてるんですよ。もともとのハドソンのマッドマックスのジャンクパーツ買ってきて、このグリップの部分とかをそのもともとオリジナルのパーツに変えてしまう。そうすることで見た目はオリジナルのマッドマックスだけれども、射撃性能は現代の銃、車でいうのはレストモッドみたいな感じでやったこともありました。ただやっぱりどうしてもね、細かいパーツのチリがぴったり合わなかったりとかして、想像してたよりはうまくいかなかったです。でね、
このマッドマックスの火山モデルのショットシェルがですね、この通りでかいんですよ。もう本物のショットシェルってこんな長くないんですね。こんなんじゃないんですよ。だからデザイン的には正直いまいち。でもガスのパワーを考えるとこんぐらいのやっぱ余裕があった方がちゃんと打てる。で実際のところガスはたっぷり入るんですけれども、問題はですね、このショットシェルには弱点があってガス漏れがめちゃめちゃするんですよ。もうね、使い始めて、1ヶ月も持たなかったかな。とにかくこのショットシェルはガス漏れが弱点です。ガスが漏れやすい。なんでガス入れてもうすぐにでも打たないと、もうガスが常にシューって漏れてる感じであっという間にガスがなくなってしまいます。なのでそういった意味でも実用に関してはいまいちというほかないんですけれども、ただとはいえこのオリジナルのマッドマックスが手に入らない環境では唯一の、ソードオフダブルバレルショットガンだったんで、その隙間を埋めてくれるというか、しょうがなくではないですけれども、出してくれること自体がすごくありがたい商品ではありました。細かい作りの粗さに関してもね、あくまで俺はうるさいだけで、パッと見た感じは十分かっこいいんで別に悪くないと思うんですよ。でですね、こちらなんですけれども、これはまた一風変わって打って変わって、デニックスというところのダブルバレルショットガンソードオフですねなんですね。これはですね、もう完全にこれ鑑賞用です。弾撃てません。モデルガンでもガスガンでもなく、本当にただの、鑑賞用の銃です。一応ハンマーをコッキングしてこうやってアクションすることはできるんですけれども、これで何が起こるというわけでもないんですよ。弾が発射されないんで。見ての通りね、ここも完全に潰されていて、中折れのこのパーツの部分、ハンマーを打ったところでそのショットシェルに衝撃は伝わりません。雷管打てません。完全に鑑賞用です。でこれが面白いのは、先ほど見せた2つのどちらとも形が違うところですよね。長いんですよ、デニックスのモデルは。バレルがより長く、その上で細いシャープスリムなデザインになってます。でハンマー式なのを見ても分かる通り、おそらく時代的にはこのマッドマックスよりもさらに昔の銃をベースに作られています。でデニックスのいいところとしては、多分これ実銃から型取ってると思うんですよね。だから相当作り込みはリアルです。木目の風合いもすごくいい感じにエイジングされてますし、実際に撃てない銃だからっていうところの魅力として、ここが完全にずっぽ抜けてる、銃口が本物のショットガンみたい。他のやつはね、やっぱりおもちゃだってことは分かるように塞がれてるんですよ。モデルガン、発火式モデルガンは縦に金属のパーツが入ってますし、ガスガンの方は BB 弾がちゃんとまっすぐ発射されるように細いバレルがこのバレルの中に埋め込まれてるんです、だからこそこうして銃口を覗いた時に完全にずっぽ抜けてるこのデニックスのショットガンはまた気分を高揚させてくれますね。でね、このハンマーを起こすアクションがまた面白いんですけれども、引き金を2つね、ついてるんですけれども、まず上のやつ、前のやつを引くと右側発射されて、左のやつ左側発射される。これはね、こちらのマッドマックスも一緒なんですけれども、ハンマー式ってことでね、また違った趣がある。こうやって一度に引くと両方発射できる。面白いですよね。ただね、こっちはね、鑑賞用ということもあって、かなり合金が多く使われていて重いです。めちゃめちゃ。マッドマックスと比べてもシンプルに単純に倍くらい重いと思います。バレルが長いっていうのもありますけれども、だからね、片手で構えようとすると結構筋トレになりますね。片手で構えると。
まあね、個人的な好みとしてはやっぱマッドマックスみたいにこの完全にここのチリがもうギリギリまで合ってるような銃が好きなんですけれども、まあたまにはねこういうバレルちょっと長めの、ソードオフでもちょっと長めのソードオフっていうのも悪くないなと思ってこういうのも買い集めてしまいましたね。ちなみにデニックスはですね、これが箱なんですけれどもスペインのメーカーです。メイドインスペインなんでね、こちらも海外メーカーですね。こういった、トイガンとはまた違った鑑賞用の銃を多く作ってるメーカーになってます。でですね、満を持して、そんなねダブルバレルショットガンのマニアであるマフィア梶田が新しく購入した商品があります。そしてこちらはですね、ソードオフされていないロングバレルのダブルバレルショットガンとなっております。もうストックもバレルもオリジナルのまんま長いですよね。ついに長物買ってしまいました。ソードオフ、あくまで俺はソードオフのマニアなんで、本来趣味からは外れてるんですけれども、このね、ソードオフショットガンに触れてるうちにダブルバレルならもう何でも好きっていう風に癖が結構広がってきたんですよね。だから今回ね、この長いモデルも買ってしまったわけなんですけれども、説明書と、保証書みたいなのが入ってますね。で海外メーカーなんで、これまたちょっと形変わってるな。新しいのかな。この長い方のマッドマックスはショットシェルのデザイン変わってますね。ここ穴一つで弾を多く詰め込むモデルだったんですよ、前は。長さは変わってないですけども、3つの穴から弾を詰め込む形になってますね。これは面白いですね。ガス漏れに関しては改善されているのかどうか打ってみないとわからないですけれども、デザインにはだいぶ変化がありますね。でこちら、迫力ありますよね。やっぱこうして持つと、ダブルバレルのソードオフがこれアウトローの持つ銃ってイメージがあるんだったら、こちらは農家のおじさんが自分の牧場で妙な音がした時に家からこれを持って出るっていう銃ですよね。大半の映画でそういうシーン見たことあると思うんですけれども、まさしく一般人が持つ火力の中で結構、高い部類に入るのがこのダブルバレルショットガンだと思います。田舎のおじさんが化け物とかと戦う時は大体この銃を持ってます。でこちらなんですけど、当然中折れ、ソードオフと同じように中折れしますね。中折れしますし、こうやって肩にストックをくっつけて撃つことができるんで、安定性抜群ですね。ソードオフと比べるべくもないですね、これは。で射程もはるかに長いはずです。でですね、こちら見た感じなんですけれども、同じ火山でも木目、この木のパーツの木製パーツの色合いと木目がだいぶ違いますね。赤みが強かったマッドマックス持ってるモデルと比べて、こちらはより落ち着いた色合いになっているというか、どちらかというとオリジナルのマッドマックスに近い色合いに変わってますね。かなり好きです、これは。俺はどっちかというとこのくらいの色合いの方が、好みに合ってますね。だいぶオリジナルに近い色合いですし、さっき俺が言っていたここの部分三角の切れ込み消えてますね。ロングモデルと違って、ロングモデルとショートモデルではだいぶ違いますね。でこの三角の切れ込みが消えるだけで印象もだいぶ違いますし、ただ俺これ買ったのが多分よりリアルモデルみたいなバリエーションだと思うんですよ。多分これのまた赤いバージョンも売られてるはずなんですよ。
このショートバージョンと同じ。でも俺が選んだのはこっちのリアルモデルというか、確かそんな名前だったと思うんですけれども、だったんでこれ買って正解でしたね。ここの持ち手の部分もデザインが大きく違いますね。よりなんというか握りやすい膨らみになってますね。でさらに言えばここにサイト、アイアンサイトがついているところも、総豆腐モデルとは違う、ちゃんと狙って撃てよって感じの銃になってますね。いや難しいなこれ。構えてみて分かりましたけれども、これ意味のないパーツです。小生と全く合いません。全く合いませんね。これはこう覗かないと狙いがつかないです。これはこれは意味のないパーツですね。これちょっとマイナスポイントですね。というかぶっちゃけダブルバレルのショットガンこれいらないです狙って撃つ銃じゃないと思うんですよ。こんなかっちりとなんとなく照準合わせてショットシェルから大量の散弾ぶちまければいいんで。でもう一点としてはここですかね。ここの継ぎ目、これ多分比べたら分かると思うんですけれども、やっぱりなショートモデルをベースにロングモデル作ってますね。もともとのショートモデルのバレルにさらに延長してバレル継ぎ足してる。だからここに継ぎ目が生じる。でもともとこのショートモデルにここにサイトがついてるモデルがあるんですよ。それを外してるからここに穴開いてますね。いやー荒っぽいですねこういう細かいところ気にしないのが実に海外メーカーらしいというか、若干これはこのねアイアンサイトと同じようにマイナスポイントですね。ここはここの継ぎ目はちょっとどうかなと思います。銃の美しさを損ねる。だからさっきも言ったようにこのストックと持ち手の木目は抜群にいい、素晴らしい。変な汚れは入ってるけれども味だと思えば全然気にならないですし、で傷もちょいちょい入ってますけれども、こんなん気にしてたらねそもそもこんなダブルバレルのモデルなんて、買わないんで俺は気にならないです。なのでねおもちゃとしてはよくできている方かなと思いますね。あんま近くで見てほしくないですね。でも、穴が目立っちゃうんで、この辺とかね穴が目立つのであんま近くで見てほしくはないですけれども、パッと見飾ってる分にはこの堂々たる風格、壁に飾るのは最高の銃ですよね。でですね、この銃ね買ったはいいんですけれども、ちょっと思ったんですよ。総豆腐ショットガンってこういったもともと長いものを短く切り詰めてこの形にするっていう改造銃から始まってるんですね。じゃあこのモデルを実際に総豆腐しちゃったらどうかなっていう。これ高いんですよ数万するんですけれども、それはとりあえず置いといて、切っちゃうって。実際にここストック切り落として、ここバレルも切り落として、自分だけのオリジナルのマッドマックス作っちゃうってちょっと思ったんですよ。ちょっとね俺の技術だけでさすがに無理なんで、電の子とか用意して知り合いの工房とか貸してもらわないといけないと思うんですけれども、イメージ図としてはこんな感じの銃になりますよね。俺が今握ってるところが消えると思ってください。だからこんな感じの銃になります。これねちょっと想像するだけでも結構かっこいいんですよ。これやっぱりね雑に自家改造した水平2連のダブルバレルショットガン1丁は持っておきたい。
これ実際にやるととんでもねえ犯罪なんで、一発でお縄なんで実銃じゃ絶対できないんですけれども、切り落とすのはダメですからね、でもおもちゃならやってもいいんでね、いっそねこの買った火山のロングバレルモデルをあえて切り詰めてっていうカスタムはありだと思うんですよね、趣味人的に。でそこで言うとやっぱここの継ぎ目、これが残念でならない。これはなんとかしたかった。これねなんか溶接なりなんなりで消せないかな、この継ぎ目。ここで切ってもここに継ぎ目が出ちゃうんで、これはちょっと想定外ですね。俺が理想とする完璧に美しい形に持っていくにはここがすっごいネックになりそうです。あとはこのいらないアイアンサイト削り落としたい。こんなもん使うわけがない。だからねこれまあ今妄想で話してますけれども、今後もしちょっと時が来たらそういったカスタムをしてみたいなと思ってます。もう惜しみなくねこの卓形銃切った貼ったしていきますよ。もしね、このカスタムの方向性についてこういった方法がいいんじゃないかとか、こうすればうまいこと弱点消せるよっていうアドバイスがあればぜひコメント欄で教えてほしいです。はい、マフィアカツラの YouTube チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。